皆さんこんにちは。日本語ポッドキャストのりゅうです。お元気ですか？皆さんは日本語を話すとき、頭の中で母国語から翻訳していませんか？これって日本語でなんて言うんだっけと考えているうちに会話のタイミングを逃してしまう。そんな悩みを抱えていませんか？この動画を見ると頭の中で翻訳する癖を直す方法がわかります。そしてどうやって日本語で考えて話すか、その方法が理解できるようになります。翻訳する癖を抜け出してスムーズに気持ちを伝えられるようになりましょう。ぜひ最後まで見てくださいね。それでは今日も楽しく日本語を勉強していきましょう。日本語学習者が頭の中で翻訳してしまう原因は、難しい単語や表現を言おうとしすぎることです。言いたい単語が頭に浮かばないとき、多くの人は一瞬立ち止まってしまいます。そして頭の中の辞書で検索を始めてしまうんです。これが翻訳の罠なんですね。難しい単語を思い出そうとするのではなく、知っている簡単な言葉で説明してみましょう。例えば、冷蔵庫という単語が出ない場合、あれ、なんて言うんだっけと母国語で検索してはいけません。検索している間に会話のタイミングを見失ってしまうからです。そうではなく、冷蔵庫を自分の知っている単語で説明してみましょう。例えば、食べ物や飲み物を冷たくする箱。これで十分に伝わりますよね。他にもキッチンにある大きな電化製品でも伝わるかもしれません。このように簡単な単語で説明すると、相手は冷蔵庫のことねと理解してくれます。他の例も見てみましょう。昔の話をしていて、懐かしい気持ちになったとします。しかし、懐かしいという言葉が出てこなかったとしましょう。皆さんならどう言い換えますか？ちょっと考えてみてください。例えば、久しぶりに思い出し、心が温かくなる気持ちや、昔を思い出して嬉しい気持ちと言えば、伝えたいことが相手に分かってもらえます。言いたいことがうまく言えないときは、簡単な日本語で説明する癖をつけましょう。この言い換えトレーニングのコツは、言葉の意味を噛み砕くことです。つまり、言葉の意味やイメージを頭の中でしっかり想像するということです。物の名前であれば、どんな形や機能か考えてみましょう。形容詞なら、どんな状態か気持ちか。動詞なら、どんな動きか変化かを考えます。辞書的な意味を丸暗記するのではなく、単語の裏にあるイメージを想像することが大切です。と言っても、一人の学習でいきなりやるのは難しいですよね。相手がいないと会話はできません。でも安心してください。一人でも日本語を話す練習はできます。その方法は、心の声を声に出して話してみるということです。声が出せない場所なら、心の中で話すだけでも構いません。例えば、お腹が空いた時に、お腹が空いたなと口に出してみます。気温が高くて暑い日は、今日は暑いなと言ってみましょう。このように、日常のすべてのことに対して日本語で話す癖をつけるんです。難しければ時間を決めても構いません。一日中話し続けるのは大変ですから、朝起きてから学校や会社に行くまでの時間や、お昼休み、帰宅してから寝るまでの時間など、日本語で話す時間を設定しましょう。最初はうまくできず、大変だと感じると思います。言いたいことが言えずに、頭がパンクしそうになるかもしれません。
そんな時はスマートフォンで調べても大丈夫です。便利なツールをぜひ活用してください。心の声を日本語で話す効果は、ストレスなく自分のペースでアウトプットできることです。実践の場でいきなり話すのは難しいです。会話中は焦りや緊張で言葉を選ぶ余裕がありません。しかし独り言なら何回言い直しても間違えても大丈夫です。自分だけの練習の場を作れるので気軽に練習ができますね。最初は暑いな、眠い、綺麗といった短い単語や文章から始めましょう。慣れてきたら少しずつ文章を長くします。さらに慣れたら自分に質問してみましょう。例えば、明日の天気が雨なら、明日は何をしようと問いかけます。そしてその質問に日本語で答えてみましょう。これにより実際の会話に近い練習ができます。継続するコツは完璧を目指さないことです。間違えていても構いません。大切なのは日本語で話そうとすることです。時間や場所を決めて集中してアウトプットする機会を作りましょう。そしてアウトプットする機会だけでなく、自然な日本語をインプットする機会も自分で作っていきましょう。どうするかというと、日本語に囲まれた環境を作っていくことです。具体的にはいろいろな方法があります。まず簡単なのは、スマホやパソコンの表示言語を日本語にしてみることです。スマホやパソコンは毎日何度も目にしますよね。その言語設定を日本語に変更してみるんです。もしすべての設定を変更するのが難しければ、アプリごとに変更するだけでも構いません。アプリの通知、検索、画面設定、メニューなどを日本語にすることで、無意識に日本語を目にする環境を作っていきます。次に情報収集をする際にも、日本語を使ってみましょう。自分の好きな趣味やニュースなどの情報を日本語で検索してみましょう。ここでおすすめなのは、内容の 80% から 90% 程度が理解できるものを選ぶということです。全く理解できないコンテンツを選んでも脳はそれを受け入れてくれません。ですので、ほとんどの内容が理解できる日本語のコンテンツを大量に浴びる環境を作っていきましょう。初心者の場合は、このポッドキャストのような日本語学習者向けの動画やコンテンツを使うのがおすすめです。ぜひ自分のレベルに合わせて聞くポッドキャストや見る動画などを変えてみてください。そして日本語に触れる時間を決めてしまうのもいいですね。皆さんは一日のスケジュールが決まっていますか？もしそうなら日本語に触れる時間や勉強する時間を決めてしまいましょう。モチベーションだけに頼った勉強はなかなか長続きしません。だからこそ毎日取り組めるペースで続けることが大切です。朝起きた後、昼休み、夜寝る前などの特定の時間を日本語の時間として設定してみましょう。無理のないペースで長く続けられるスケジュールを作ることが大切です。そして日本語で考えて話すコツとして、決まり文句やフレーズを塊で覚えてしまうことが挙げられます。どういうことかというと、こんにちは、お疲れ様でした、よろしくお願いしますのようなよく使われる表現を丸ごと覚えるんです。こうした表現の文法は気にしなくて大丈夫です。短い定型表現を丸暗記することでスムーズに会話を進めることができます。先ほど丸暗記と言いましたが、教科書の文字だけを見て覚えるのではなく、音声を聞いたり感情を込めたりしながら口に出してみることが大切です。そして日本人の会話やアニメ、ドラマなどを通してどういう場面で使うのかを理解しましょう。
完成されたフレーズの塊を脳内に保存することで、頭の中で翻訳する必要がなくなり、驚くほど自然でテンポの良い日本語が話せるようになります。ぜひ参考にしてみてください。そして最後にやってほしいのが、シャドーイングです。これは言語を覚えるときの筋トレのようなものだと思ってください。シャドーイングとは、日本語の音声を聞きながら影のように聞こえてきた音をそのまま真似する練習方法です。今画面に私が喋っている内容が日本語で表示されていますよね。漢字の上には振り仮名も振ってあります。私が喋っていることをそっくりそのまま真似してみましょう。やってみると意外と難しいと思いますが、それでも構いません。実際にやってみると自分の苦手な発音や聞き取れなかった音がわかるようになります。ぜひこの練習も毎日5分や10分などの短い時間でいいのでやってみてください。シャドーイングはリスニングやスピーキングの練習になります。シャドーイングを行うことで日本語独特のリズムやアクセント、イントネーションや音のつながりを自然と身につけることができます。やり方としては、まず字幕スクリプトがある教材を用意してください。私の YouTube 動画のように画面に字幕が表示される教材でも構いません。そしてスクリプトを見ながら発声していきます。いきなり声に出すのが難しければ、まずは意味を理解しながら聞いてみましょう。スクリプトの内容が分かったら実際にシャドーイングをしてみます。最初はスクリプトを見ながら聞こえてくる音声に続いて口に出してみましょう。YouTube の再生速度を遅くして練習するのもおすすめです。シャドーイングをする際に重要なのは、ほとんどの内容を理解できる教材を選ぶということです。知らない単語ばかりの教材だと理解するだけで大きな負担がかかります。まずは自分のレベルに合わせた教材を選びましょう。単語や文法といった知識を無意識に使える状態にしてくれるのがシャドーイングです。これを習慣化することで翻訳を挟まずに日本語だけで考えて話せるようになります。ぜひ毎日やってみてください。ということで皆さんいかがでしたでしょうか？取り入れられそうな方法はありましたか？最初から完璧にする必要はありません。まずは今日から少しずつ日本語に触れる時間を増やしていきましょう。小さな一歩からで大丈夫です。毎日少しずつ日本語に触れることで、あなたの日本語力は確実に伸びていきます。私はあなたの日本語学習をいつでも応援しています。一緒に楽しんで練習していきましょう。今日の動画が役に立ったと思ったら、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。皆さんの応援がいつも励みになっています。それではまた次回の動画でお会いしましょう。